Hello everyone, I'm Yonggu Bae, the curator at Hi-Fi Immersion. Today we're here at KD Sound and next to me is Mr. Tetsuya Kato, the general manager of TIAC. 加藤さん、こんにちは。こんにちは。韓国へようこそお越しくださいました。ありがとうございます。For anyone new to the Grandioso line, what problem were you trying to solve with flagship streaming? グランディオーソっていうのはエソテリックのシリーズの中でも、トップエンド、トップオブトップのシリーズになります。そういう中で、ストリーミング再生での音楽の可能性っていうものを、どれだけのことかこう追求したかったというところが、グランディオーソシリーズでやりたかった、ストリーミング再生なんです。What listening priority drove the engineering target? まずはやはり僕たちはずっと CD プレイヤーを作っていましたけども、ネットワーク再生っていうのはどうしても CD プレイヤーと比べた時に CD の方が上なんじゃないかと、ネットワークは下なんじゃないかっていうような評価をずっと受けてたんで、ネットワークの再生っていうものはやっぱり CD を超える再生ができるようにっていうところが一番の僕たちは課題と思っていたことだし、超えなきゃいけないっていうプライオリティが一番高いところはそういうところです。Why offer two paths, an all-in-one streamer DAC N1 and a transport-only streamer N1T? はい、まず一つ目はグランディオーソの、D1X っていうモノラルの僕たちは DAC を持ってます。で、このお客さんたちはもうかなり前からストリーミングのトランスポートが欲しいというようなリクエストをいただいてました。ですけども先ほどの課題が僕たちがずっと超えられなかったんですね。その CD の方が上っていうところが、超えられていなかったのでなかなか商品を出せませんでしたが、いけると思ったのでネットワークトランスポートの N1T をまずリリースしました。でこれをリリースしたところ、3つの筐体になると。そうするとちょっと僕の部屋には多すぎるということで、一体型でなんとか最高のストリーマーを出してくれというリクエストが非常に世界の各国から来ましたんで、そしたらやはり一体型の N1 をリリースしなきゃってことで、両方のスタイルで製品をリリースさせていただきました。You call out the esoteric network engine G4. What's fundamentally different in G4 versus typical streamer platform? 表向きには、SFP の、LAN の入力のポートがついているとかっていうことが一番新しいところのスペック的にはそういうことなんですけど、実は中身の話をすると通常ネットワークエンジンというのは小さなパソコンなんです。スモール PC なので普通はスイッチング電源を使って結構電力食うものですから、スイッチング電源を使って電流供給をするんですけども、そこをエソテリックでは当初からリニア電源でネットワークエンジンを動かそうということをやってましたけど、さらに G4 では、その電源供給の種類をたくさん種類を用意しました。そしてそれぞれに最適な電源を供給することでいい音質のネットワークエンジンにしようというのが G4 です。What does complete isolation between the network engine and audio circuit mean electrically and mechanically? まず機械的にはもうネットワークエンジンという一つのボードにしてます。それの、取り付けをなるべく、他の回路と別な取り付けにしてますということがまずメカニカルなポイントです。それから、電気的には通常電源のトランス、リニア電源でやってるので電源トランスを使ってますけども、電源トランスの中でも巻き線を変えることで、電源をそれぞれ分離させるってことはやるんですけど、エソテリックの場合は電源トランスからネットワーク用、それからオーディオサーキット用っていうことで別々の電源トランスを用意しちゃうというようなところでもう根っこから分離させる。
それから、ネットワークエンジンから、オーディオサーキットへは USB でデータが伝送されますけども、そこの USB の回路に対してもアイソレーターっていう素子を使って、電源とグラウンドを分離させるようなそういう構成になっています。The N1's G4 includes RJ45 plus SFP and even a built-in network switch function. Why put switching inside a flagship player instead of keep networking outside? やはり一体型であることがすごく重要だっていうことですね。なんですけど、例えば SFP を使うことで、外のインターネットからは、光でアイソレートするだとか、逆にスイッチングハブを持つことで、オーディオ用の NAS はオーディオの、仲間という扱いをするような、そういうネットワークの使い分けっていうのもできるようにしてます。When do you recommend fiber isolation versus direct attach copper? And what sonic mechanism are you actually chasing in each case? ネットワークにはいろいろなものがつながるので、それぞれとこうつながってデータをこうやり取りすることによって非常にオーディオとしてはちょっと許せないノイズがこう増えてきます。でさらに、環境によってそのノイズの量というのが、大きくノイズがあるところと少し綺麗なところっていうのが違うので、それによってあまりにも大きいところだと光ファイバーの方が、いいんじゃないかなっていうことは経験は持ってます。ただし、比較的ノイズ処理がすでにされているような環境ではダイレクトアタッチケーブルの方が、力のある音が出るっていう経験を僕たちしてます。ただし SFP の、オーディオでの使い方というのはまだまだこれから進化する余地がいっぱいあると思いますんで、僕たちも勉強中です。How large are the internal buffers conceptually? And what's your philosophy on buffering versus real-time streaming? もうちょっと時代が前の時代だとインターネットの速さというのがあまり速くなかった。そういう時代は少しバッファー量を増やさないと途中で音が途切れるっていうようなことがあったりしたと思うんですけども、最近はあまりそういうこともないので、実はあんまり大きくそこっていうのは今問題にはなってないと思います。そこそこバッファーする。でバッファーする時間も多くバッファーさせようとしても、バッファーするまでの時間は少しで済むし、それから少ししかバッファーしなくても、インターネットが速いのでデータは常に入ってくるというようなのが普通の今状態になってるんで、あまり大きく考えてないです。そこ、はい、重要性はだいぶ下がったと思います。Both units support native DSD up to 22.5 megahertz. What changes in processing and clocking are required to do that well? 実は普通の DA コンバーターでも、22.5 メガってだいたい使ってます。なのであんまりそこはまだこう大きな変化っていうのはなくって、さらに言うとその倍の、1024fs 45メガあたりを最近は使い始めてます。ただやっぱり22メガと45メガでは少しクロックに対してのシビアさが変わるので、できるだけその45メガ49メガの 1024fs は、長く線を引かない、なるべく短く、基板の中でなるべく短くなるように扱うようにしてます。N1T lists PCM up to 768 kilohertz, including 32-bit integer and float. Why support 32-bit float in a consumer flagship? はい、エソテリックのネットワークストリーマーを出した後にお客様からフロートには対応しないのかっていう実はご意見を何件かもらってるんです。で、すでにフロートに対応するようにファームウェアをアップデートすることで対応させていただきましたが、よくよく考えてみると僕たち TIAC っていう会社はタスカムっていう、
音楽制作のブランドも持ってまして、実はタスカムのレコーダーは32ビットフロートで録音ができるんです。なので音楽を作ってる現場では32ビットフロートが使われているっていうことがあるので、僕たちはそれにもやっぱり対応したいなということで32ビットフロートにも対応してます。